こんにちは。今日は電気系の人なら1回は使ったことがあるんじゃないかっていうこちらの電源を分解していきます。菊水電子工業の直流電源 PMC シリーズです。学生実験や大学の研究室、企業なんかでも試験用電源としてかなり使われていた電源かと思います。菊水の PMC シリーズすでに販売停止となっていますが、現役で使っているところはまだまだあるのではないでしょうか。菊水電子工業のウェブページを見てみると、ロープライスモデルとして販売していたものです。実際新品ですと5万円程度なので、電源としてはかなり安い部類かと思います。今回こちらの電源中古で購入しました。見た目こそ古いですが、まだまだ動作しそうな雰囲気です。実際かなり長持ちする電源かと思います。ヤフオクなどで直流電源と検索するとかなりの数の菊水 PMC 電源がヒットします。それだけたくさん使われていたということでしょうか。というわけでまずは簡単に使ってみて動作確認、その後に分解して中身の構造を確認していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。みんな展示会に行こうということで今日はなんと展示会の告知になります。2024年の1月24日から26日に東京ビッグサイトでアジア最大級のエレクトロニクスの展示会があります。ネプコンジャパンです。たくさんの展示があってそれを見るのも楽しいのですが、一見的な楽しみ方はセミナーへの参加です。今回パワーデバイス展があるのでパワー半導体のセミナーが多くなっています。こういったセミナーって結構貴重でお金を払わないと見れないことが多いんですが、今回はなんと無料です。一見もパワー半導体関係のセミナーいろいろ見ていこうかと思います。会場内ぶらついてると思うので、見かけたら適当に声かけてください。というわけで1月24から26日ネプコンジャパンいってらっしゃい。まず電源を入れてみましょうか。はい、問題なく起動しています。こちら中古品で購入したものです。裏面を見る限りだと製造年月日などは書いてありません。ただ色の焼け具合や年季の入り方からして製造から10年以上は経過していそうな雰囲気です。この菊水の電源非常にシンプルです。ここが主電源の入り切り、そして出力のオンオフのスイッチ。これが電流電圧の設定ですね。ここでリミットの制御をしたり、あとは電流電圧の表示も切り替えができます。さすがに寿命なのかこの LED 部分の表示なんか結構おかしくなってますね。小数点が表示されないですし、ここのボルトの表示も少し不安定です。これは寿命なりといったところでしょう。こちらのロック機構付きの出力のオンオフのプッシュスイッチが少し厄介です。アウトプットをオンにしたまま電源を切ります。そうすると次回使う時に主電源を入れると、はい、出力電圧がそのまま出てしまいます。ですので前回の設定のまま他の装置に接続して電源を入れると負荷によっては過電圧で壊れることもあります。なので電源の出力のオンオフについては少し取り扱い注意な電源です。こちらの PMC シリーズの直流電源はシリーズレギュレーター式の電源です。なのでスイッチング方式の電源と比較するとノイズは少なめなものです。これは 32V1A なのですが、同じ PMC シリーズで 2A と 3A のものがあります。あとシリーズレギュレーター電源特有なものですが、結構重量がありますね。4kg近くあります。で、なぜ重いかについては後で分解した時に解説します。実際に電圧を見てみます。電圧設定のつまみは高い点のものを採用しています。こういう風に何回も回るので、電圧の細かい設定というのは非常にやりやすくなっています。実際の表示と電圧もほぼほぼ一致しています。安定性もかなり高いです。200オームくらいの負荷を接続しましたが、この場合でも電圧の安定性は結構高いです。ただこのつまみの部分の経年劣化は結構目立ってきています。操作していない時はかなり安定的ですが、この操作中に電圧が飛び飛びになるので、中古品で買う場合はその点だけ注意ですね。実際こんな感じでデータが結構飛び飛びになります。電源の電圧をオシロスコープで見てみます。まず今回分解する電源です。こんな感じの電圧波形です。さすがシリーズレギュレーター方式だけあって電圧波形は綺麗ですね。ちなみにノイズっぽく見えるのは外からのノイズをこのオシロスコープのプローブの部分で拾っているからですね。次に比較としてスイッチング電源の方も見てみます。そこら辺に転がっていた安物です。こんな波形になりました。先ほどのシリーズレギュレーターと比べてだいぶノイズ多めかと思います。というわけで菊水の PMC 電源を分解していきます。カバーはこんな感じで簡単に外れます。
中身を見ていますが、結構でかい部品がいくつかあります。これが変圧器ですね。交流電源の 50Hz、60Hz の変圧器です。でここに1枚目の結構大きめのヒートシンクがあって、で2つ目のヒートシンクがここにあると。フロントパネルにある電源の出力がこちらです。でここに基板ごとの型番がありますね。こちらの基板は 18V、2A、3A と 35V、1A、2A の共通の基板となっているようです。基板を見てみるといくつか実装されていない部品があります。こちらの大きいヒートシンクの92と書いてある部品、あとはここに電解コンデンサーが1つ実装できるようになっているんですが、それも実装されていません。そしてもう一つの小さめのヒートシンクのところもこちらの部品実装されていません。ヒートシンクについている部品は全てパワー半導体系の部品となっています。多分ですが、こちらの 35V、1A の製品についてはこちらの部品は実装しないで、35V、2A の製品についてはこちらの部品を実装していく形かと思います。定格の大きい製品については追加で部品を実装していくとよく考えられていますね。まずパッと見た感じですが、全て自然空冷で稼働する部品は基本的にありません。こちらのフロントパネルの部分だけですね、稼働する部品は。こちらのヒートシンクの対流を促進するために底面部分には穴が開いています。こちらのトップにつけるパネルにもこのように穴ぼこがたくさん開いていると。空冷だけでもよく冷えるような筐体設計になっています。こちらのヒートシンクについても空気がよく流れる方向に設置されています。こちらの溝の方向ですね。設置した時に下から上に空気が流れるような方向です。自然空冷なのでファンなどの回転する可動部分がないので長持ちします。冷却ファンとかがあるとまずそこが壊れるんですね。冷却ファンがある前提で動作しています。ファンが壊れると内部が高温になります。ということは中に使われている部品の寿命が短くなります。特に電解コンデンサー周りですね。それが発熱で壊れたりすると。ですが空冷で動作するようにこちら設計されているので割と安心設計かと思います。しかもそこそこ余裕を持って設計されていると思うので、これだけ長く使えるということでしょうか。こちらに電解コンデンサーがいくつか実装されていますが、全て膨張などはありません。このままずっと使えそうな雰囲気です。電解コンデンサーは日本ケミコン製ですね。多分全部日本ケミコンのものを使っています。こちらも日本ケミコン製の電解コンデンサーです。こちらの気水の電源、シリーズレギュレーター方式です。ですので、まず最初に電源から来た 100V の電圧をこちらの変圧器を使って高圧します。多分 30V くらいでしょうか。50Hz、60Hz の変圧器なので非常に大きな変圧器となっています。その後に電波整流回路を通って直流に整流します。電解コンデンサーで並活して、その後にシリーズレギュレーターで電圧を調整するといった構成になっています。このシリーズレギュレーターの部分がかなり発熱します。なのでこのように大きいヒートシンクをつけています。スイッチング電源と大きさを比較してみましょう。上はスイッチング電源、定格は 100W です。下が気水のシリーズレギュレーターの電源、定格は 35W です。スイッチング電源の方 100W なのに中身スカスカなんですね。こちらの変圧器の部分もものすごく小さいです。この変圧器の大きさが違うというのもシリーズレギュレーターとスイッチング電源の違いです。シリーズレギュレーター方式、やはり発熱が大きくなりますので、中身の冷却部分もかなり大きくなっています。スイッチング電源はこちらのヒートシンクだけです。強制空冷しているので、こちら大きさがかなり違っています。スイッチング電源とシリーズレギュレーターの大まかな違いを説明します。回路方式によって色々と変わるかと思いますが、一般的にはだいたいこんな感じの回路です。まずどちらの電源とも 50Hz、60Hz の商用電源に接続します。先ほど見てもらった通り、シリーズレギュレーターはこの 50Hz、60Hz の電圧を変圧器を使って高圧します。その後に整流回路を通って電解コンデンサーで並活化、そしてシリーズレギュレーターで一番重要な役割をするこちらのトランジスタがあります。一方でスイッチング電源の方はどうかというと、商用電源があったらまず最初に整流します。その後に電解コンデンサーを使って電圧を並活化します。次にスイッチング電源で一番重要なスイッチングを担当するパワー半導体と、そして変圧器があるわけですね。ここで一度直流に直したものをもう一回交流にするわけです。その後ダイオードを通ってもう一度直流に直して、電解コンデンサーで並活化、そして電圧が出てきます。スイッチングレギュレーターのこのスイッチの部分ですが、本当にスイッチのように動作します。スイッチがオンオフをただ単に繰り返すと、そういった動作になります。この2つの電源の比較で重要なのが、まず変圧器がどこにあるか。2つ目がこちらの半導体部分の放熱。3つ目がスイッチングノイズです。
まず基礎知識として変圧器は周波数が高いほど小さくなります。こちらの変圧器 50Hz で動作します。一方でスイッチング電源の方の変圧器はどうかというと、こちらかなり周波数は高いです。だいたい 20kHz から 100kHz 程度で動作させることが多いです。周波数が400倍も違うので、こちらのスイッチング電源と、そしてシリーズレギュレーターの変圧器、非常に大きさがですね、違います。スイッチング電源の方が小さいです。次2つ目で半導体の使い方と放熱の部分です。こちらの半導体はスイッチのように使います。電圧の調整をどのようにするかというと、スイッチのオンオフの間隔をどれだけ短くするか速くするか、そしてスイッチがオンしている期間、オフしている期間をどれくらいの比率で取るか、それを調整することによって電圧を制御しています。一方でシリーズレギュレーターの場合はどうかというと、こちらの半導体がありますが、この半導体の部分で電圧効果を起こしています。どのくらいの電圧効果を発生させるかで出力電圧を制御しています。例えば整流後の直流電圧が 40V、そして電圧の出力が 5V としましょう。そうするとここのトランジスタの部分で 35V の電圧効果が発生するわけです。例えば負荷に 1A を流したとしましょう。そうすると流れている電流と電圧効果がそのまま損失になります。ということはここのトランジスタの部分で 35W 分発熱するわけですね。スイッチング電源はどうかというと、この変圧器にただ単に電流を流したいわけですから、このトランジスタの部分で電圧効果を発生させたくないわけですね。ですのでなるべくここのトランジスタ部分での電圧効果であったり損失が少なくなるように設計動作します。半導体の授業でよくやるバイポーラジャンクショントランジスタだったら飽和領域、活性領域で動く。MOSFET の場合だったら線形領域であったり飽和領域で動く。そういったことですね。半導体の使い方が違うので、スイッチング電源ですとパワー半導体部分の損失は少ないですし、シリーズレギュレーターですとパワー半導体部分の損失は大きくなります。ですのでこれを冷却するためにシリーズレギュレーター方式は比較的ですね、巨大なヒートシンクが必要になります。それと比較するとスイッチング電源方式はそこまでヒートシンクは大きくないです。まずはじめの2つ、変圧器とパワー半導体の使い方、それによる放熱設計の違いがシリーズレギュレーターと、そしてスイッチング電源の大きさをですね、大まかに決めてしまいます。シリーズレギュレーターの方が大きくて重くなりやすいということです。これだけ聞いているとシリーズレギュレーターなんか使わないでスイッチング電源を使えばいいじゃないかと思うかもしれませんが、これら2つの電源の出力電圧の品質には大きな違いがあります。これが3つ目のスイッチングノイズです。先ほどの実験でスイッチング電源の出力電圧波形を見たかと思います。ノイズがかなりぴょこぴょこと乗っていました。これスイッチングノイズと呼ばれるものです。このパワー半導体の部分でスイッチングしているとどうしてもですね、ノイズがプリント基板のパターンを伝って外に逃げていったり、あとは空間中にそのノイズが放射されていきます。なのでスイッチング電源は比較的ノイズの多めな電源です。一方でシリーズレギュレーターの方はどうかというと、スイッチングする箇所がどこにもないので、そういったスイッチングノイズというのはですね、原理的には発生しません。先ほどの実験でスイッチングレギュレーターの出力電圧波形を見ましたが、割とクリーンで、ノイズとかほとんどないような波形でした。このようなノイズの特性の違いというのがあるので、シリーズレギュレーターは割と綺麗な電源を要求される用途に使うことが多いです。一方でスイッチングレギュレーターは出力電圧のノイズが大きくてもいいので、例えば大電力が必要なところにスイッチング電源が使われます。はい。というわけでこちらの菊水の電源をいろいろ使ってみたり、あとは分解比較なんかもしてみました。中身についてはまだまだ現役で使えます。ただこちらの可動部なんかはそろそろ寿命を迎えているので、中に使われているトリマーの部分なんかも交換しないとちょっと使うのには危ないかなといった印象です。ヤフオクなんかを見ているとこちらの電源ですね、だいたい2、3000円くらいで買える場合が多いです。安い電源を買ってきてこういった可動部分だけ交換して長く使うというのも十分ありですね。こういった古い電源であったり新しい電源であったり、いろいろ含めて活用してもらえればと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE やってます。一見が出演する最新イベントの告知や一見が販売している製品のセール情報などを案内中です。概要欄のリンクからぜひ友達になってもらえると嬉しいです。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。